が天国だと思ってたけど、天国は庭にあったのね。何見てるの？お母さんだって見てるじゃない。危険な連中かどうか見張ってるだけよ。ミンハン、出勤よ。行きます。止まるな。実戦で一度止まれば死ぬ。訓練は結構です。ただここは基地ではなく家族の家です。承知しました。痕跡は残しません。日の出前は音も立てないでください。もう一度。これまで AI はモニターの中で判断してきました。今日からその判断が肉体を持ちます。身体の一部が破壊されても全体は止まりません。戦争で死ぬのは命令を下したものではありません。今日から人間に代わり機械が戦場に立ちます。HANAが世界初の次世代戦闘ヒューマノイドを公開しました。この機体にはチルソン製の新型 AI チップを搭載。HANAはロキファクトリーに先駆け次世代の戦場へ進出しました。各国の国防当局から購入紹介が相次ぎ、HANA株は発表直後に急騰しました。発表からわずか3時間で12カ国から購入の問い合わせが届きました。ロキとの既存契約を見直す国もあります。ロキが長年築いた地位を私たちは1日で揺るがした。ビクトルもこれで動くでしょう。会長が待ち望んでいた瞬間です。父は今日勝ったと思っているだろう。違うと？オルドは公の場でアトレを取った。ビクトルが黙っていると思うか？本部へ戻りますか？戻れば父の剣になるだけ。私たちはここで若様の安全だけを見守る。HANAがこれほど早く発表するとは、少なくとも半年は前倒しです。本スリがHANAにもチップを渡すとは思わなかった。ロキの既存契約分の一部がHANAへ流れています。あれは兵器じゃない。恐怖を発表したのだ。発売を阻止しますか？すでに世に出たものを止めればHANAが被害者になる。HANA自身が公開した資料をそのまま各国へ送れ。危険かどうかは受け取った側が判断することだ。取引を切る必要はありません。検証が済むまで承認だけ先送りを。壊れても動く殺戮機械が今の危険区分に合うのか、御社の基準でもう一度お確かめください。
あとは投資家が判断します。身体の一部が破壊されても任務を続ける去っていく機械。花自身が公開した事実です。どう読むかは読者が決めるでしょう。花のヒューマノイドが制御不能になる恐れが指摘され、各国は殺傷 AI の安全性検証を求めています。輸入承認と共同開発は保留され、金融機関は花のリスク評価を引き上げました。花インダストリーズの株価は急落しました。主要部品メーカーも供給の見直しに入りました。欧州の合弁会社が共同開発を中断しました。主力銀行は追加融資を保留しました。主要な駆動装置の供給も止まる恐れがあります。昨日まで我々と組みたいと列をなしていた連中だ。昨日は花が金になった。今日は花を恐れ締め出すことが金になる。ビクトル。オルドは一発も撃たずに会長の首を絞めています。速報です。アフリカのスワラ大統領による緊急声明です。スワラ共和国は近隣王政国家のパミの自由と民主主義を見捨てません。アフリカ民主化のためロキ CEO を辞め、民衆運動でスワラに自由政権を築いたサミュエル大統領は、国内のみならずアフリカ全土で民主化の英雄と称えられています。カルンバ王国は一日も持ちこたえられず崩壊しました。スワラ政府はこの作戦を民主化支援だと発表しました。一方、被害を受けた王政国家は明白な武力侵攻だと断定しています。スワラの次の標的が我が国ではないと誰が断言できますか？ロキのヒューマノイドをロキファクトリーから買うことはできません。同種の兵器を発表した企業は花インダストリーズだけです。ロキ保有のチルソン株 15%、 譲渡完了です。譲渡完了です。待って、臨時総会でオギフ様が譲ったのは議決権だけですよね。あれは票を預けただけ。今回はロキファクトリーが新型チップを優先発注し、その代金を持ち株で支払ったの。ロキがその条件を受け入れたんですか？チップの確保を急いでいたから。では私たちがチルソン半導体株の 66% を保有することになったんですね。国際情勢が不安定だ。こんな時ほどうちをしっかり固めないとな。ビクトルは花を潰そうとしているんじゃない？じゃあ謙信に先に剣を抜かせようとしている。でも花には量産に必要なチップがありません。日本へ。どこ？花インダストリーズ。
スリ代表本命常務どう？私を騙してチルソンを襲ったくせによく言えるわね。チルソンが花へ実撃に起こしとは意外ですね。本題から申し上げます。花にチップを供給します。現在の花の事情をご存知のはず。他に望みがあるのでしょう。現金は受け取りません。ロキファクトリーの優先発注分の2倍を1週間以内に花へ供給します。条件は？花インダストリーズの株式 29%。 会社が倒れかけている隙に肉をえぐるつもりか。ロキへの供給価格と現在の花の株価で正確に算出しました。 29% は経営権を脅かしかねない持ち分だ。会社が生き残らなければ経営権もありません。復讐だって会社が生きていてこそ続けられるでしょう。 29% は多すぎる。では現金でお買いください。契約書をくれ。株式の移転を確認次第すぐに供給します。スリ姉さん、本当に花は持ち直すでしょうか？スワラ周辺の王政国家、彼らに残された選択肢は一つだけ。需要は増えるのに供給元は花インダストリーズだけ？単純な市場原理でしょう。確信が終わりですか？怯えた人間にとっては金の価値も変わるものよ。5つの王政国家から同時に購入要請が届きました。うち2カ国は前払い金を先に送るそうです。生存がかかれば制裁より先に武器を求めるものだ。戦闘ヒューマノイドへの反発で暴落していた花インダストリーズの株価はカルンバ崩壊後、周辺国の買い注文で史上最高値を記録しました。国際社会はヒューマノイド兵器の拡散に深い懸念を表明しています。スリネーさん、29% がもう数倍の価値です。チルソンは花インダストリーズの大株主の一つになりました。スリネーさんは戦争が起きることも知っていたんですか？戦争が起きると知っていたわけじゃない。刃を見た者はまず刃を探すと知っていただけ。ではチルソンのチップでロキと花を支配できるのですか？支配とまではいかない。ただこれで対等な条件で戦える。今花とロキの戦闘ヒューマノイドが対峙しています。両者初の直接衝突が予想されます。お二人はどう見ますか？国際規定は守られます。ヒューマノイドの火薬武装は禁止です。先に破った企業は国際世論と制裁を一手に受けることになります。だから花は刀を、ロキは盾とメイスを標準武装に選んだのです。違います。これはヒューマノイド登場後の急増規定です。専門の執行機関も自動制裁条項もありません。拘束力は弱い。今回その一線が破られると、両者とも市場を失う危険は承知。規定内の武装だけで戦うでしょう。銃が出なくてもその一線は破られます。規定が禁じるのは火薬だけ。殺傷判断も投入規模も止められません。それでも先に火薬武装を使わないという一線は残ります。その一線を守ったまま戦争を始められるなら規定はすでに失敗しています。
両者の軍事力と供給網は国際社会の統制力を上回る速さで拡大しています。制裁する国々さえすでにロキの生産・国防網に依存しています。この戦闘が終われば新たな法律が生まれるでしょう。今日の規定では今日の戦争を止められないと明らかになるからです。ハナの参戦によりアフリカの戦争はこれまでと異なる局面へ進んでいます。戦場は今スワラのロキと王政国家側のハナが対峙する構図です。双方は複数の戦線で激しい接戦を続けており、未だどちらも明確な優位を得ていません。ハナの介入でアフリカ民主化の大義が裁かれることはありません。我々は諦めません。自由と民主主義のため最後まで戦います。昨日は人を殺す兵器だと責め、今日は国を守る盾だというのだな。必要になったからです。必要か。我々の時代には正義は人のものではなかった。欲が天をつけば大雨が答え、干ばつが代償を取り立てた。王も雨を避けられず、物乞いだけが干ばつに苦しむこともなかった。正義は人の上にあった。だから変わらなかった。今は正義が記者会見をします。民主主義を語りながら国境を越える、誰もが力を持つということ、それが民主主義の偽りの仮面でした。その仮面が剥がれたんです。力を持つ者が正義になる。民主主義の素顔が軽ワになった。民衆は一度たりとも国の主だったことなどないのに。その素顔が見えているのに、なぜお前はその番に手を出す？歯は消えないからです。誰かが手放しても別の手が拾うだけ。その力をお前が握れば、次の正義はお前が決めることになる。スーリ、お前はその力を正しく使えるのか？いいえ、正しく使える自信はありません。だから正義を決める席には座りません。力で誰かを支配するつもりもありません。ロキでもハナでも簡単な、どちらかが正義になった瞬間、その刃先はいずれ私の家族へ向きます。だからどちらにもその力を全て渡せない。それだけです。だから彼らにお前の許しをなたわせるつもりか？仲間に刃を向けるなら、はい、私の許しが先です。自らを正義ではないと言うても、長く刃を握れば正義を演じ始める。1000年前、私もビクトルも己こそ正義と信じ、その信念で村一つを時のない牢へ閉じ込めた。
私たちにも守るものはあった。お前と同じだ。師匠はあの時裁きを下しました。私は誰も裁きません。ロキも花も誰の正義にもなるなと、双方の手にチップを握らせただけです。裁かない手が裁く力を握るのだな。ロキも花も初めはそれぞれ守りたいものを守りながらここまで来た。力が正義となる世界で力を握ったお前が最後まで正義にならないと誰が断言できる？断言できません。力はそういうものです。ただ万行変わらないものが一つあります。世界を救うとも正義になるとも言っていません。チルソンと私の仲間を守ると言いました。その言葉はパンティ変わりません。もし変わる日が来たら。だから師匠がいるのでしょう。私にお前を止められると思うか？お前の言葉には間違いが一つもなかった。それがこの老いぼれには何より恐ろしい。まだだ。まだその時ではない。